このそのね、腎臓の3000、6000、1万、1万3000の投資があるって、1万3000で仕上げて少し切れなくなった時、何番の番手から研がれるんでしょうか。もうそれは何とも言えないな。その少しの概念がもう難しいね。どの状態かっていうのは、そのどうだろうな。その切り物の量にも明らかによってくるからね。まあでもそのとりあえずその糸刃だけとかで、その刃をつけるっていうのみで言えば、僕は基本的にこの番手の中から選べるんだったら1万番スタートかな。1万番で1回削ってみて、乖離が出るかどうか。そうで出た感覚にもよるかな。これもね、もう絶対的に伝わらないし教えられないのが、僕らがもう感じてる多分乖離の世界が出てるかどうかがみんなわからないって言われる。もうめっちゃ出てるでしょって言ってわからないレベルだったりすることがもうほとんど。だから乖離ってそもそも強く出しちゃダメだし。乖離ってあまり出さない方がいいし、出せば出すほど場合によってはね、例えばここで言うと3000番で乖離を出して、特に包丁の場合ね。乖離をギュッと大きく出して裏側から取った時に台形になることがあるんだよ。ポロッとそうなんかごっそり持ってかれちゃうのかな。そうだから包丁をねこう立ててここに顕微鏡を置いてスタンドでそこでピンと合わせてなんかいろいろ昔やってたんだけど、やっぱりそういうことが起こる傾向が非常に強い。だからまあそこをどうしても回避できない人はとりあえず1回乖離を出して表裏を本当にちょっとずつずっと攻め込んでいくとものすごい切れ味が出る。でも片方一気に出しました片方一気に出しましたってやってるといつまでたってもなんか切れ味が出ない。イメージでは髪切った時になんかずっとシャリシャリ音がしてるとか、ものすごい滑らかな鋭利さが得られないっていうのは実はそれが原因だったりするケースがあったりするかな。そうするとやっぱり低い番手で乖離を強く出すっていうのはその乖離が出たから切れるわけじゃないっていうことがポイントなんだよね。そうすると乖離は強く出ました。でもそれを取ったことによって台形になりました。じゃあその台形を鋭利にまた研ぎ込むっていう別の仕事が増えるわけよ。それだったら高い番手で小さな乖離でその乖離が出るかどうかが確認できるんだったらもうできる限り小さい番手、要するにここで言うと1万3000番がどれぐらい削れるかにもよるんだけども、多分1万番スタートで1回様子を見るかな。それでダメだなと思ったら6000番に下げて同じ行為をちょっとやってみてみたいな。だからできる限り下げない方が後が楽。ただこれもね覚えとかなきゃいけないのが、もう成功体験で1万番ですぐ切れるようになったっていう成功体験を持ってしまうと、もう1万番と1万3000番でやったら切れるようになるんだってもう思い込んじゃうんだよね。で何が起こるかっていうと、いつものように撫でてなんか乖離が出たような気がするって言って終わって切ってみると、あれなんかもう一つ切れないなっていう風になってたりする。でなんでかっていうと糸刃が大きくなってくると対摩耗性が出てくるんだよ。今まで研ぐ面積すごい小さかったからすぐに乖離が出てたり、それで鋭利になってたのがやっぱり回数が2回で OK とかそういうところでルールを決めてしまうと、2回で乖離は出てるんだけど薄くなるまで研ぎ込めてなくてそれで終わっちゃってるとかっていうのがよく出てくるんだよね。その場合あれ同じように1万番1万3000番でずっとやってきて調子良かったのに最近なんか切れ味出ないなって思ったらそこで一気に3000番までいった方がいい気がする。そう一回その時は強く乖離を出して、で研ぎ込んで鋭利にするとめっちゃ切れるようになったりする。だから強く乖離を出した方がいい時もあれば、つなぐという意味だけで言えばもうそんな定番手までいかない方がいい時もあって、ここら辺が難しい。判断はやっぱ経験も積まないとちょっとそう、その包丁の状態を見れるようになるのが一番手っ取り早いですもんね。ただその状態を見れるようになるまでは
やっぱりこう経験していかないとそうなかなか難しい。でやっぱり交番手でやるのが一番難しい。だからそれこそ今日もね、ここ来る前に年間契約のお店さんでトイレ来たけど、いつもの感覚でこれぐらいで行ってもう帰り出てるから大丈夫だなって言って最後まで行ったらあれあんまり仕上がってないとかやっぱあるの、そうしまったもう一回戻らなきゃみたいなんで戻るとか、そうやっぱりそこら辺が本当に難しい、ね。だからまあね、そのちょっとケースバイケースだけどもあまりその下がりすぎないようにした方がおすすめだよっていう。これでダメだったらちょっとまた下げて、それでもまだダメだなって言ったらまたもう一個落としてっていう感じですよね。やっぱりね、もう十分歯ついてるのにわざわざ粗いところからもう一回やり直すっていうのは無駄に減らしてるのと一緒だから、そうもうとにかく少ない剣まで最大のパフォーマンスっていう、これが僕の中のテーマ、だからできる限り時間を短縮したい、そう多分その日本の誰よりも僕が一番早く研ぎを終わりたい人かもしれないたくさん研ぎたくないとにかく早く、でも意識がやっぱり高くなっちゃってるから100点は取りたいけどものすごく短い時間でっていう、これがテーマだね。だからものづくりであったりとかその包丁の選択であったりとかそこの要求がすごいのよ。そう長時間研いでるっていうもう時間に追われちゃってるから、だから硬い包丁がダメなわけじゃないの、でも僕の仕事であったり僕のその今のもうその環境において、やっぱりその削れない包丁っていうのがやっぱり合わない、でそれはお客様にとっても合ってない、だからうちはやっぱりその対摩耗性に優れてない鋼材の方をやっぱり主軸に必然的になっちゃったっていう方が正しいかもしれないんだけどね。そうただね時間はたっぷりありますとね、もう研ぐこと自体がすごく楽しくて2時間でも3時間でももうずっともうね嫌なこともなくずっとワクワクしながら研いでられますっていう方は別に全然ね硬い包丁を使ってもらっていろんな実験でありパフォーマンスを調べてもらうとかっていうのは、それはそれで楽しみとしてはすごく大事だと思うんだけども、そうやっぱり僕も含め料理人さんもそうなんだけども現場に入った瞬間にやっぱりそんなに時間がもらえない、もうアイドルタイムであったりとかねもう決まった時間内にもう何十本とかやらなきゃいけない、その中で100点を取りに行かなきゃいけないって言った時にやっぱり道具の選定からやっぱりやらなきゃいけないことで、必ずゴールまで行くっていう中で、どれだけ時間を短縮できるかとかってなってくるっていうのはやっぱりあるのでね、はい。